こんにちは、深井です。寝たまま超簡単な足痩せやってみました。結果が出るのかちゃんと測定しました。57センチ、53.5センチ、36センチ、57.5センチ、53.5、36センチ。まずは上向きに寝ます。壁を使える人は壁を使いましょう。壁なしでももちろんできます。壁なしの場合はこんな感じです。足を肩幅よりも少し広めに開いて、股関節付け根から内、外にねじっていきましょう。つま先だけ動かすっていうよりもこの付け根から動かすイメージです。こう付け根とかお尻の横に手を添えて筋肉が動く感覚あればそれで OK です。できる限り大きくねじる、これがポイントです。呼吸を止めないように意識を続けましょう。よし OK です。次は足の裏を壁につけて両膝を曲げます。この状態でつま先上げる、かかと上げる、つま先上げる、かかと上げる、繰り返していきましょう。ふくらはぎとすねの筋肉を伸び縮みさせてます。できる限り高くつま先上げる、できる限り高くかかと上げる、これを意識して呼吸を止めないようにしましょう。よし OK。 次は股関節付け根、腸腰筋を動かす練習です。膝を曲げたまま片足ずつこう上げるんですが、前ももじゃなくて股関節付け根、下っ腹のあたりを使って上げるイメージです。こう高く上げなくても大丈夫です。付け根を使って上げる意識行いましょう。こう前ももばっかり筋肉ついちゃうとか、反り腰で前ももばっかり張るって方は前ももばかりを使ってて、この股関節付け根、腸腰筋をうまく使えてない方が多いです。難しいよって方は空いてる手を股関節付け根に添えて動いてるって感覚を実感してみましょう。よし OK。 次は足の裏を合わせて股関節外に開きます。このままパタパタ動かしていきましょう。呼吸をね止めないようにしましょう。そんなにきついなーって感覚ないと思うんですけど、こう普段ね動かない範囲まで股関節を開くことが大切です。余裕だよって方は少し足を手前に引くとより効果的です。呼吸止めないように意識を続けましょう。次は寝たまま手を使わずにふくらはぎをマッサージしていきます。右足を左膝の上、こんな感じですね。左膝のお皿に右のふくらはぎを当ててこうゴリゴリマッサージしていきましょう。コリがある人はこうゴリゴリする感じがねあると思います。こんな感じで叩いてもいいと思います。ふくらはぎの筋肉をほぐすのが目的です。痛気持ちいいぐらいの強さでゴリゴリしたり叩いたりしてみましょう。呼吸は止めないようにしましょう。よし OK。 次逆の足やっていきます。左足を右のお皿の上にですねふくらはぎを当てます。まずこうゴリゴリしていきましょう。これコリっていうのは老廃物が溜まっている証拠です。水分たくさんとって汗とか尿で老廃物を出すようにしましょう。僕のおすすめは毎日最低2リットルです。理想は3リットルから4リットルぐらいですね。ただね 3,4 リットル難しいと思うので1時間おきにコップ1杯飲むとだいたい2リットルぐらい取れるので無理ない範囲で頑張ってみましょう。よし次で最後の種目、両膝を曲げます。つま先は壁つけててもどちらでも OK です。肩幅ぐらいに広げて左右に倒していきます。これも膝だけ動かすってイメージじゃなくて股関節付け根から動かすようにしましょう。全然余裕だよって方はもうちょっと足を広げてやってみてもいいですし、かかとをもう少し手前に引いてやってみてもいいです。ゆるーくね無理ない範囲で呼吸止めないようにやってみましょう。よっけー。スマホは床に置いて固定して
バスタオルを足に挟みましょう。下に落ちないように内ももを使ってバスタオルを挟みましょう。次はこのバスタオルを手で引っ張ります。内ももを使って抜けないようにしっかり内ももを力入れましょう。タオルはぐーっと引っ張る、全力じゃなくてね、軽めで大丈夫です。で、きつい人はもう離してね、ただ挟んでるだけ、これだけでも十分効果あります。できる人はね、引っ張る。よし、OK。ちょっと休憩しましょう。よし、休憩したらさっきよりもうちょっと強めに引っ張りますよ。もう一度バスタオル挟んで、もうね、全力で引っ張っちゃいましょう。バスタオルが抜けないように全力で引っ張る。しっかり内もも力入れて、きつい人はね、軽めに引っ張ってもいいですよ。もしくは引っ張んなくてもね、十分これだけでも効きます。できる人は全力で引っ張る。内もも力抜かないで限界まで引っ張る。頑張って。よし、OK。ちょっと休憩したら、もう一度バスタオル膝挟んで、足をねぐっと持ち上げます。落ちないようにしっかり挟んでおきましょう。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。でね、これだと全然余裕だよって方はバスタオルをね引っ張っちゃいましょう。めちゃくちゃきつい。内もも超きつい。下っ腹も効きます。腰痛い人は無理しないでください。よし、OK。ちょっと休憩。よし、一回ちょっと休憩したら、もう一度挟んでですね、足を上げます。曲げ、伸ばし、曲げ、伸ばし。きつい。腰痛い人、お尻の下に手を入れましょう。きつい。余裕がある人はね、曲げ伸ばししながらバスタオル引っ張っちゃうとやばい。僕もかなりきついです。さすがにこれはバスタオル抜けそう。頑張って。もうちょっと。ラスト1回。頑張って。オッケー。これですね。もう一回バスタオル挟みましょう。挟んだまま、膝曲げたまま、この状態で引っ張ってきます。ぐーっと。きつい人はね、挟んでるだけでお尻の下に手を入れて、これでキープでも大丈夫です。もう引っ張らなくても十分内もも効きます。腰痛い人はね、無理せず最後の10秒休憩しても大丈夫です。呼吸を止めないように意識を続けましょう。よし、OK。次は挟んだままですね、右に倒します。べちゃっと。もう横向いちゃって大丈夫です。で、このまま引っ張る。これはね、できたらきつめに引っ張ってほしい。でもね、横向きで内もも力入れるの難しいですよね。しっかり内もも意識して抜けないように頑張る。これね、なんでタオル入れてるかっていうと、サボれないんですよ。タオル入れてるとサボったらバレちゃうんで、だからタオルをわざと挟んでます。よし、OK。次逆いきます。よしよし、いきますよ。引っ張ります。きつい。めちゃくちゃきつい。しっかり内もも力入れて、できるだけ強く引っ張る。タオル抜けないようにしてくださいよ。引っ張る、頑張って。で、腰痛かったりきつすぎる人、最後の10秒サボりましょう。頑張れる人は頑張りましょう。きつい。内もも使えてれば OK です。頑張りましょう。あともう少し。よし、OK。最後内もも使ったので足パカしていきましょう。タオルは離して足パカです。で、この足パカの目的は内ももを伸ばすことです。多少膝が曲がっちゃっても内ももが伸びてるなって感覚があればそれで OK です。で、この動画内ももを使うんですけど、結構お尻も使うのでお尻のストレッチやった方がいいので、概要欄にお尻ストレッチ貼っておきます。あとは内ももの再生リストも15分、30分、45分、60分とおすすめ作ったので一緒に概要欄貼っておきます。終わったらこのまま続けてやりましょう。よし、 OK。 お疲れ様でした。これお腹じゃなくて腰の筋肉を使っています。下っ腹痩せの種目や足パカで腰が痛くなってしまう方の原因と解消方法と、最後にあるものを使った超簡単にできる下っ腹痩せの裏技もご紹介しますので、ぜひ最後まで見てください。よくある下っ腹痩せ、こういう動きとかこういう動きありますよね。この時に腰が反っちゃってここ隙間がある方、これお腹じゃなくて腰の筋肉を使っています。なぜこういうことが起こるかっていうと、腰の筋肉が硬いことと腹筋の筋力不足です。この2つ結構当てはまる方が多いです。では腰を反らないようにやる解消方法をご紹介しますので、ぜひスマホ見ながら一緒にやってみましょう。僕がいつもやってるように膝曲げたまま
足を持ち上げます。このままいつもやってるようにお尻を浮かせる。これがすごい簡単かつお腹に効きやすいです。でもこれでも腰が反っちゃう、もしくはお尻を持ち上げられないって方が結構多いです。そんな方は一回スマホを床に置いて手で床を押さえてグッとこう手でズルする感じですね。手で床を押してズルする感じ、こうするとかなり腰が反りづらくてお尻持ち上げやすくなるはずです。よし、このまま頑張っていきましょう。しっかり下っ腹意識して、で余裕がある人は膝と膝つけておくと内ももも効きます。一緒に頑張りましょう。頭はね床につけておいて大丈夫です。腰が痛い方、さっきの簡単な方法やってみましょう。これ前の動画でもお伝えしたんですが、本当はね1種目60秒ぐらいやりたいので高く上げる。でこの後ねもうちょっときついバージョンも一緒に60秒間やってみましょう。呼吸は止めないようにして頑張りましょう。できつい方、もっとペースゆっくり、これぐらいでも大丈夫です。大事なことは腰を反らないことと腹筋を意識してお尻を持ち上げるってことが大事です。頭がきつい方ね、枕入れるといいと思います。これ最後まで頑張った方はね、僕ちゃんと裏技紹介しますので一緒に最後まで頑張りましょう。きつい。 OK です。